彼女は大学を卒業できなかった人だ、と父が言った。シャンパングラスを掲げながら、60歳の誕生日パーティーで43人のゲストが見守る中、彼はまるで天気予報を紹介するように、誰もが知っている事実かのように告げた。私は黒のジャケットを着て立ち尽くし、手はしっかりと固定され、笑顔は練習したものであった。しかし、彼が知らないこと、そしてその部屋の誰もが知らないことは、私のポケットに入った名刺が、私のどんなスピーチよりも大きな衝撃を与えるということだった。そして、60秒後には、彼のシャンパングラスが大理石の床に粉々になることになる。だが、すべての始まりはそのパーティーではなかった。5年前、私の人生を変えた電話がかかってきた学生寮の一室で幕を開けたのだ。話を続ける前に、このストーリーに心が動かされた方は、ぜひ、いいねと、登録をお願いします。ただし、心から共感できる方に限ります。コメントを残して、どちらから見ているのか、今いつなのか教えていただけると嬉しいです。私の名前は鳥。28歳で、これは父が5年間埋め込もうとしていた真実を私がどのように彼に渡したかの物語です。5年前に戻り、私が父に大学を辞めると告げた夜についてお話ししましょう。それは10月のことでした。私は22歳の3年生で、学費を貯めるために1年遅れて大学に入学しました。その事実は重要で、父はそれを決して忘れさせてくれませんでした。オースティンの寮のベッドにあぐらをかいて座り、3週間かけて作成したスプレッドシートをパソコンで開いていた。収益予測、顧客獲得コスト、コンバージョンファネル。教室ではなく、レストランのカウンターで学んだ言葉たちだ。そこでは皿を運び、オーナーが毎晩予約システムがノートと祈りだけであるために損失を出すのを見てきた。私は市場に大きな隙間を見つけた。12席の手書きメニューの小さなレストランには、予約管理のための手頃なソフトウェアがなかった。大手プラットフォームは彼らを無視していた。私は無視しなかった。電話を取り、父にかけた。引退した上級会計士、ジェラルド・ウォーデン。彼は世界を度、タイトル、そして小数点で測る男だった。私はすべてを話した。このアイデア、夜間にコーディングを始めたプロトタイプ、明日でも買いたいという3人のレストランオーナーたち。彼は私が話し終わるのを待っていた。それが最も残酷な部分で、彼の沈黙は私が実際に耳を傾けていると思わせた。そして、彼が口を開いた。やめるのか、それは質問ではなく、判決だった。父、私はやめるわけではない。彼はこう続けた。君の兄は決してこんなことをしない。カイルは22歳で、まだ学校に通っていて、父が引いたすべての基準を満たしている。もちろん、カイルはこんなことをしないだろう。父、数字を見てみてほしい。そう言った瞬間、電話は切れた。さよならもなければ、考えさせてくれとも言わず、愛しているけど心配しているとも言わなかった。ただ、切断された電話の静寂だけが残った。私はそのベッドにしばらく座っていた。膝の上に電話を置き、画面は暗かった。私が泣いていたのは恐れていたからではない。私が泣いていたのは、あの切断音が単なる電話の終わりではなく、私の父の中で耳を傾けてくれるかもしれないバージョンの終わりを告げる音だったからだ。次のバージョンは、はるかに悪化することになるとは、まだ知らなかった。3週間後、私は祖母の誕生日に電話をかけた。ルースは81歳、頭の回転が速く、すべての孫の靴のサイズを覚えているような女性だ。鳥、甘美な子よと彼女の声は温かかった。しかし、次の瞬間、声が変わった。注意して。あなたの父がどこかのダイナーでウェイターをしていると言っていたわ。ちゃんと食べてる、私の胃が落ち込んだ。それは正確には、彼はあなたが学校を辞めたのは、病気だったからではなく、耐えられなかったからだと言っていた。彼は私のために祈るようにと言っている。まるでホスピスにいるかのように。私はその夜、ジェラルドに電話をかけた。彼は最初の呼び出しで出た。まるで待っていたかのように。なぜに私がウェイターだと言ったの？私は真実を話した。あなたは辞めた。ウェイターをしている。
彼の声は滑らかで合理的だった。それが起こったことだ、トリ、私は会社を作っている、と言った。彼は笑った。大きな声ではなく、鼻からの穏やかな息のような笑いだった。まるで私を6歳児のように感じさせる笑い。私の友人ケルシーが私のフレッシュマンの頃に送ってくれたスクリーンショットもあった。彼女のところに残したボイスメール、ジェラルドが私のためにスペースを与えるように言っていた。ルームメイトのジェスにも似たような電話があった。スタディグループのターニャにも。3通の電話。3人の親しい友人。彼女たちのうち2人は、地下月以内に連絡を断った。ジェラルドはただ失望しているだけではなかった。彼は物語を作り上げていた。正しいタイミングで正しい人々に電話をかけ、心配している父親を演じていた。彼は私を計画的に消し去っていった。そして私は、なぜそうするのかを理解し始めたばかりだった。1年後、私の人生はこうなっていた。イーストオースティンにある400平方フィートのスタジオアパートメント。窓は完全に閉まらず、2つのファイリングキャビネットの上にドアをバランスさせた机。左側を2回叩かないと動かないコーヒーメーカー。私は1日中16時間コードを書き、南コングレスのテックメキシカンで週5番ウェイターをしていた。ラーメンばかり食べていて、ナトリウムのせいで指が腫れた。私が作っていた製品はスレート。独立系レストランのための予約とテーブル管理プラットフォーム。派手なものではなく、AI やブロックチェーンのバズワードもなく、ただ清潔でシンプルなシステムで、12席のイタリアンレストランがナプキンに書かれた予約を失わないようにするものだった。最初の3人の顧客は、私が働いていたレストランだった。彼らは私が皿を運び、常連客の名前を覚えているから信頼してくれた。彼らはそれぞれ月$49、合計で月額$147の収益を支払ってくれた。私はそのダッシュボードの数字を見つめながら、これは現実だ、と思った。感謝祭の日、ジェラルドから電話があった。私はほとんど出なかった。彼は言った。あなたのいとこジャコブが VP に昇進した。彼は、こんにちはもう、元気にしていたかも言わなかった。26歳、あなたと同じ年。私は何も言わなかった。私はあなたを悲しませるつもりはない、鳥。あなたをやる気にさせようとしているんだ。私は親指の爪を手のひらに押し込み、白い三日月を残した。ありがとう、父。クリスマスには帰ってこい。学校に戻ることについて話そう。彼はユコンに知り合いがいると言った。私は行かなければならない。私は最初に電話を切った。ジェラルド・ウォーデンに初めて電話を切った瞬間だった。私の手は震えていたが、それは恐れからではなかった。何かが変わった。小さくて硬い何かが私の肋骨の裏に突き刺さり、すでに成長し始めていた。ジェラルドは、その電話が私をキャンパスに戻すきっかけになると思っていた。彼は間違っていた。それは私を唯一残されたもの、仕事の方へとさらに押しやった。クリスマスのために家に帰ったが、なぜ行ったのかはわからなかった。もしかしたら、私がそこに現れることで何かを証明できると思ったのかもしれない。もしかしたら、父と同じ部屋にいるだけで、彼が私に気づいてくれると信じていたのかもしれない。母がドアを開けた。ブレンダー・ウォーデン、56歳、穏やかな口調で、愛をキャセロールで表現し、対立を避ける女性だ。彼女は私を少し長めに抱きしめた。目を合わせようとしなかった。リビングルームは人でいっぱいだった。15人の親戚、いとこ、おじ、おば。ジェラルドは青いシャツを着て、暖炉のそばに立ち、バーボンを持っていた。彼は私を見て、立ち上がらず、歩いても来ず、ただグラスを1インチ上げた。さあ、来てくれたか、いとこが最近何をしているのか尋ねた。ジェラルドは私が口を開く前に答えた。彼女は物事を整理しているところだ。そうだろう、甘美な子よ、その声には哀れみが滲んでいた。部屋中の視線が私に向けられた。まるで雨の中に迷い込んだ野良犬を見るような視線だった。私は言おうとした。実際、私はカイルのアンダーソンアカウントについてみんなに話しているのですが、ジェラルドは何の躊躇もなく、私の兄
車に向かう途中、母が追いついてきた。彼女は自分の手作りクッキーの缶を私に押し付けた。何も言わず、ただ私を抱きしめ、5秒間そのままにしてから中に戻っていった。クリスマスの夜、午後8時、私は空港へ向かった。クッキーは3日間持った。しかし、母の沈黙はそれよりずっと長く続き、ジェラルドの言葉では届かないところで私を指し続けた。2年目、スレートは50軒のレストランを抱えるようになった。初めて2人の従業員を雇い、マルコというジュニアデベロッパーと、ワコのキッチンテーブルから働くカスタマーサポートのシエナだった。私たちは必死で成長していた。しかし、コネチカットでは、ジェラルドもまた何かを育てていた。彼は物語をアップグレードした。私が単にウェイターをしているだけではなくなり、今や不安定で、うまくいっていないと語り始めた。彼は、誰にも理解されない重荷を背負った父親の声で、心配していると家族に言った。彼女のことが心配だ。彼女は大丈夫だと思えない。影響は手術のように的確だった。いとこのダナは、私を毎年の7月4日のバーベキューに招かなくなった。パムオバは祈りのメールを送ってきた。ルースも次第に電話をかけてくる回数が減り、電話があってもまるで私がガラスでできているかのように話しかけてきた。ある晩、カイルが電話をしてきた。父が君は誰とも話したくないと言っていた。スペースが欲しいんだろう。私はコーヒーをこぼしそうになった。カイル、私はそんなこと言ってない。彼が言ったのは分かっている。ただ、何を信じていいか分からなかった。ジェラルドは逆転させた。彼は私を追い出そうとしているのではなく、私が距離を置いていると彼の物語は語る。私は最後の試みをした。電話をかけた。父、私についての真実ではないことを言うのをやめてほしい。私が言ったことはすべて本当だ。彼の声は冷静で、練習されたものだった。君は中退した。ウェイターとして働いている。それのどこが間違っている。技術的には一部は真実だった。私は中退したし、ウェイターをしていた。しかし彼は半分の真実を、まるで鍵屋が鍵を使うように巧妙に、正確に使って、閉じるべきドアを開けていた。電話を切り、私は次の3年間守る決断をした。説明をやめること。結果が物語るのを待つこと。もしジェラルドがそれを聞かなかったら、それは彼の選択だ。まだ知らなかったが、彼は最悪の方法で、最良の夜にそれを聞くことになる。3年目、彼は言葉から行動へと線を越えた。スレートは急速に成長し、120軒のレストランを抱え、実際の収益があった。私たちは初めての大きな契約を交渉していた。テキサスとオクラホマに14軒の店舗を持つ地域チェーン、レイノルズホスピタリティグループだ。これを獲得すれば、年間8万ドルの契約になり、私たちを地図に載せることになる。彼らのドゥーデリジェンスは標準的なバックグラウンドチェック、リファレンスコール、トリー・ウォーデンの Google 検索だった。メールは火曜日の午前9時47分に届いた。私はその正確な時間を今でも覚えている。コーヒーを手に持ちながら、冷たくなったコーヒーを飲みながら、私はそれを読んでいた。ウォーデンさん、私たちはあなたの個人的な安定性と職業的信頼性に懸念を抱いている家族の一員と話しました。慎重に検討した結果、他のベンダーを追求することに決定しました。私の胸が締め付けられた。ジェラルドには古い会計ネットワークがあり、北東部のすべての業界に知り合いがいることを知っていた。そして、私は一つのミスを犯してしまった。2ヶ月前、カイルにカジュアルに、興奮しながら、レイノルズの名前を言ってしまったのだ。日曜の夕食でカイルがそれを口にしたに違いない。ジェラルドは一つの名前と48時間のリンクトインでの調査をもとに、すぐに動き出した。私はジェラルドに電話した。彼は2回目のコールで出た。レイノルズ社に電話したのか。君のために心配していた。君が契約を失った。君のビジネスが一通の電話で生き残れないのなら、本物ではなかった。君が決めることじゃない。しばらくの沈黙の後、彼の声は硬くなり、仮面が崩れ始めた。私は君の父だ。
君のすべては私の決定だ。電話を切った。手は震えていたが、電話を投げ捨てることはなかった。叫びも上げなかった。デスクの上に電話を置き、ノートパソコンを開き、他の4つの潜在的なクライアントへのメールを書き始めた。8万ドルが失われたのは、ジェラルド・ウォーデンがリンクトインのプロフィールを見つけ、電話をかけたからだった。それは愛からでも、心配からでもなく、制御から来るものだった。純粋な冷徹な管理だった。彼は噂から妨害へと移行した。夕食のテーブルでの囁きから、私の生計を壊すことへ、私の中の何か、2年前に肋骨の奥に引っかかっていたものが、視覚にロックされた。私はもはや弁護することも、説明することも、歯を研ぐ男性のために血を流すことも終わった。ここから先、ジェラルドには何も与えない。交信も、論争も、チャンスも、ただ沈黙だけが続く。失うことは、レイノルズを失うことはスレートをほぼ壊すことになった。私はシエナを解雇しなければならなかった。彼女に目を合わせることができなかった。彼女は、わかってる、トリー、と言ったが、それは彼女が叫ぶよりも辛かった。私は10年落ちのシビックを3000ドルで売り払い、バスで移動した。契約が切れたため、新しいものにサインできず、共有オフィスのソファで寝ることになった。その月、私はセラピーを始めた。ドクター・ウエンをスライディングスケールのディレクトリーで見つけた。彼女はキャンパス近くの小さなオフィスで、曲がったシダが窓辺に置かれ、ティッシュの箱は決してなくならなかった。3回目のセッションで、彼女は私が避けていた質問をした。なぜ家族に真実を話さないの？彼はそれを小さくする方法を見つけるから。彼はいつもそうする。彼女は頭を傾けた。もし彼がそうするなら、私は彼にもう一つの武器を与えたことになる。ドクター・ウエンは前に身を乗り出した。トリー、君は彼に信じてもらう必要はない。君が自分を信じる必要があるんだ。私は曲がったシダを見つめた。3年間、他人の意見に水をやり続け、なぜ自分がこんなにも乾いているのか不思議に思っていた。その夜、私は2つの決断を下した。まず、ウォーデン家の誰にもスレート、私の財政、私の職業生活についての情報は与えないこと。ジェラルドは言えないものを壊すことはできない。次に、この会社を静かに、そしてしっかりと構築すること。真実が最終的に浮かび上がった時、そして真実は常に浮かび上がるものだから、その時にスピーチは必要ない。金曜日、私は迷惑メールの合間に見落としそうだったメールを開いた。件名、スレートに興味がありますか？お話できますか？送信者、パトリシア・ボス、上場レストランテクノロジー会社の元 CTO。エンジェル投資家、Google で調べてじっと静止しているべき名前。私はしばらくの間じっと静止していた。そして返信した。パトリシア・ボスは53歳、銀髪で、率直で、最良の意味で恐ろしかった。彼女は私が運転するにはまだ若い頃に2つの会社を立ち上げ、売却していた。彼女はオースティンのダウンタウンのコーヒーショップで会うことにした。オフィスもアシスタントもなく、ただブラックアメリカーノと法律用紙があった。私は20分間ピッチをし、彼女は40分間質問をした。ソフトボールのような質問ではなく、厳しい質問だった。君の解約率は？オンボーディング後にキャンセルするレストランにはどう対処する？トーストやオープンテーブルが同じ機能を構築したらどうする？私はすべてに答えた。完璧ではなかったが、正直に。知らないことがあれば、まだわからない。こうやって調べる、と言った。彼女はペンを置いた。君が偽らないのがいい。ほとんどの創業者は、現実を忘れるまで偽っている。2週間後、パトリシア・ボスはスレートシステムの 15% のために20万ドルを投資した。彼女はまた私のメンターとなり、私のプロフェッショナルな人生で初めて、私が気づいているものを見て、これは重要だ、と言ってくれた。その晩、私は自分のスタジオアパートに座っていた。相変わらず同じ400平方フィート、同じ壊れた窓で、電話を手に持っていた。母に伝えたかった。神よ、
私の話が終わると、一瞬の静寂が訪れた。彼は言った。お前はきっとやり遂げると思っていたよ、子供よ。誰にも小さくされるな、私は涙を流した。2年ぶりに、良いことが起きて、私の姓を持つ誰かが気づいてくれたから。4年目に入ると、皮肉があまりにも濃くなり、喉が詰まりそうになった。スレートシステムズは500のレストランをプラットフォーム上に持ち、従業員は20名、年間収益は300万ドルに達していた。私たちは本物のオフィスに移転し、ガラスの壁、立って作業するデスク、冷蔵庫には食料が入っているキッチンを持っていた。フォーブスはデジタル版で新興レストランテクノロジーの創業者特集を掲載し、スレートが取り上げられた。私の名前も記事に載ったが、私はジャーナリストに自分の写真を載せないように頼んでいた。彼女はそれを謙虚だと思ったが、実際は戦略だった。感謝祭の翌日、レイオジが電話をかけてきた。信じられないかもしれないが、試してみろ。お前の父が夕食の席で、レストラン業界を変える素晴らしいテクノロジー企業について20分も熱弁を振るっていた。フォーブスで読んだらしい。私は目を閉じた。彼はこう言った。これは鳥が作るのに必要な頭脳を持っていたらいいのに、私たちの間に5秒の沈黙が流れた。七面鳥にむせ返りそうだった、とレイは言った。私は笑ったが、それは短く鋭い咳のようだった。そこにはユーモアはなかった。父は、私が失敗したことを笑い飛ばす席で、私の仕事を称賛していた。同じ食事、同じ息。彼には言わないで、レイオジ。まだ早い。わかった。しかしいつか、彼は真実を知ることになる。その時、私は最前列で見たい。電話を切り、私はその言葉を胸に抱えていた。ジェラルド・ウォーデン、40人の親戚に娘が苦労しているウェイトレスだと伝えた男が、今や彼女の会社のファンになった。彼はウェイトレスと CEO が同一人物だとは知らなかった。感謝祭の日、彼は同じ部屋で七面鳥と私の評判を切り分けていた。彼はスレートを祝福し、鳥を嘆いていたが、それが同じ物語であることに気づいていなかった。私はオジレイの留守番電話を保存した。いつかまた聞きたいと思ったから。2月、カイルが婚約したことをインスタグラムで知った。彼とジェシカが指輪を見せる写真が投稿され、彼女はイエスと言ったとキャプションがついていた。私はほとんどスワイプしそうになった。彼は私に知らせていなかった。むしろ、ジェラルドが知らせなかったのだ。2日後、カイルから電話があった。彼の声は罪悪感で緊張していた。お父さんが、君は婚約パーティーに来るには忙しすぎると言っていた。自分で電話すべきだった。ごめん、鳥。大丈夫、カイル。おめでとう。本気で。それは大丈夫ではなかった。しかし、カイルは敵ではなかった。彼をさらに悪く感じさせるつもりはなかった。パーティーはすでに行われていた。ウエストポートの家に30人のゲスト。ジェラルドの完全なプロデュース、ケータリング、シャンパン、ジェシカの母を泣かせるトースト。その詳細を教えてくれたのは、私のいとこだなだった。彼女は私を呼ばなくなったが、今夜はためらいながら電話をかけてきた。君に何か言わなきゃならない。私は座った。お父さんが、パーティーで君がまだテキサスでウェイトレスをしていると言って、希望を捨てたってみんなに言ったんだ。彼女は一瞬黙った。飲み込む音が聞こえた。それから彼は、ジェシカの両親を呼び寄せて、君が感情的な問題で中退したと告げた。私は動かなかった。彼は静かに、まるでそれを認めるのが心を痛めるかのように言ったが、計算された言葉に感じた。教えてくれてありがとう、だな。君は大丈夫。いいえ、私は大丈夫ではなかった。私の父は、兄の義理の両親に、私が精神的に病んでいると伝えたのだ。私はまだたどり着いていない井戸を毒されたが、声は平静を保った。大丈夫になるよ、電話を切り、バスルームの鏡の前に立ち、長い間自分を見つめた。鏡の中の女性は、8桁の価値を持つ会社を経営し、20人を雇っていて、フォーブスに取り上げられたのに、父は家族のパーティーで、
彼女を見ず知らずの他人に警告するかのように紹介していた。その瞬間、何かが鏡の中で固まった。怒りではなく、もっと冷たい感情、締め切りを持った何か。ジェラルドの60歳の誕生日は10ヶ月後だった。5年目の3月、スレートシステムズはシリーズ A ラウンドを締結し、$4000万の評価額に達した。私は 55% を所有し、従業員は65名、30州に2000のレストランクライアントを持っていた。私はマーカスという名の専属ドライバーを雇った。元軍人で、62歳、彼が部屋に入ると空気が変わった。彼は必要ではなかったが、私が得た黒いリンカーンを運転していた。私はオースティンのダウンタウンにペントハウスを購入し、シンプルに家具を揃えた。壁にはまだアートは飾っていなかった。私は今も同じ3着のブレザーを着回し、ソーシャルメディアには投稿しなかった。私はライフスタイルを構築していたのであって、ブランドを作っていたわけではなかった。4月にレイおじから電話がかかってきた。お前の父の60歳の誕生日は6月だ。お母さんが君に来てほしいと頼んでいた。私はオースティンの空の窓の外を見つめた。彼女が頼んだのか、それとも彼が頼んだのか。彼女が頼んだ。ジェラルドは私が電話していることを知らない。正直、彼は君が来ないと思っているだろう。私は長い間静かだった。レイが、まだいるのか、と聞いた。考えているところだ。次の週、ドクター・ヌーにそのことを持ち出した。私たちは、の時点で2年のセッションを行っていた。彼女はすべての地図を知っていた。すべての電話、すべての祝日、ジェラルドが残した血を引き裂くような言葉。行くことから何を得たいのか、彼女は尋ねた。私はシダの植物を見つめた。それは私が通い始めてから成長していた。今はまっすぐだ。私はこれを終わらせたい。彼が作り上げた私のバージョンを終わらせたい。彼女はうなずき、何もメモを取らなかった。それは重要であることを意味していた。私はその夜、レイに電話した。行くけど、自分のやり方でやる。電話を切った後、私はデスクの引き出しを開け、名刺を取り出した。クリームトック、凹凸のある文字。トリー・ウォーデン、CEO、スレートシステムズ。私はそれを財布に滑り込ませた。そしてマーカスに電話をかけた。6月15日、コネチカット。スケジュールを開けておいて。はい、承知しました。その見事で、すべての最終ピースが動き出した。しかし、その夜が来る前に、ジェラルドはもう一度、最後のことをするつもりだった。それは私がすべてをキャンセルしようとした理由の一つであり、同時にキャンセルしないことを確実にする理由でもあった。パーティーの2週間前、午前8時に電話が鳴った。発信者番号はニューヨークのエリアコードだった。営業の電話だと思いながら受話器を取った。ミス・ウォーデン、こちらはクレストライン・ベンチャーズのデイビッド・パークです。現在、スレートシステムズの成長段階投資を評価中です。もちろん、どのようにお手伝いできますか？一瞬の沈黙。プロフェッショナルな沈黙。言葉を慎重に選んでいることを示す沈黙。率直に申し上げます。昨日、あなたの父を名乗る方が当社に連絡し、私たちに、引用しますが、彼女のメンタルヘルスの歴史を調査するようにと提案しました。その瞬間、部屋が少し傾いた。後から分かったことはこうだ。ジェラルドは、年も私の名前を定期的にGoogleしていた。カイルが一度、父が時々君のことをオンラインでチェックしていると言ったことがあった。ジェラルドにとってそれが親としての役割だった。彼はスレートシステムズに私の名前が関連付けられているのを見たが、見出しを超えることはなかった。彼は私が CEO であることや評価額を知らなかった。ただ、投資という言葉の隣に中退した娘の名前を見て、いつものように物語を制御しようとしたのだ。彼はクレストラインの一般番号をウェブサイトで見つけて電話をかけた。あなたには不安定な歴史がある。大学を心理的な問題で中退した。判断力が、彼の言葉では、損なわれていると言った。私は手のひらをデスクに押し付けた。知っておくべきことはありますか？デイビッドが尋ねた。私の声は冷静で、
安定していて、プロフェッショナルなものだった。5年の練習の成果だ。知っておくべきことはありません、パークさん。私のリード投資家、パトリシア・ボスや、現在のパートナーの誰かと話すことをお勧めします。私の実績が物語っています。私たちもそう考えています。パトリシアはすでにあなたのことを最高の言葉で保証していました。ただ、知らせておきたかっただけです。感謝します。私は電話を切り、静かに座った。それからデスクに手を叩きつけ、ペン立てが倒れた。ジェラルドは私の投資家に連絡を取った。感謝祭のディナーでの親戚でも、大学時代の友人でもなく、資産が9桁を管理するベンチャーキャピタル会社だ。彼は私の精神状態についての嘘で、数百万ドルの投資を台無しにしようとした。これは父親の失望ではなかった。これは厳しい愛でもなかった。彼は、自分が語る物語の中で、娘が公然と失敗する姿を見たいと思う男だった。私はレイおじさんに電話をかけた。声は平坦だった。彼は私の投資家に電話をした。レイは彼らに、私が精神的に不安定だと言った。沈黙。その後、イエス取り。パーティーにはまだ行くつもり。レイは息を整えた。あなたは？私は財布の中の名刺を見た。クリーム色の厚紙にエンボス加工されたもの。絶対に行くつもりだった。6月15日、午後遅く、コネチカット州。マーカスはリンカーンを私の実家から3軒離れた場所に止めた。フロントガラス越しに、私が育った家が見えた。白いコロニアルスタイルの家、黒いシャッター、かつては街灯がつくまで読書をしていたポーチ。今夜、その家は祝賀のために飾り付けられていた。前庭のエルムの木に白いランタンが吊るされている。ドライブウェイには、レタリングのバンが止まっていた。高い窓を通して、人々が動き回り、笑い声を上げ、黄金の光を浴びたシャンパンのフルートを持っているのが見えた。43人のゲスト。私はレイおじさんに人数を尋ねた。サンバイザーの鏡で自分を確認した。黒いブレザー、仕立てられた白いシルクのブラウス、黒いパンツ、シンプルなヒール、左手首には小さなフェイスウォッチ。私が自分に買った最初の高価なものだ。弱いスレートが100万の収入を叩き出した。他のジュエリーは一切つけず、目立つものはなかった。服が私を語る必要はない。名刺がそれをしてくれる。ジャケットのポケットに触れ、まだそこにあることを確認した。大丈夫とマーカスが前の席から尋ねた。彼はミラー越しに私を見つめていた。彼は私をピッチミーティングや投資家のディナー、オフィスでの遅い夜に連れて行ったことがある。彼は私の手が震えるのを見たことがなかった。今、震えていた。ここに止めて。テキストを送ったら、前のドアに来て。入ってきて、車の準備ができたと言ってくれ、と返事をした。ドアを開けると、夏の空気が私を襲った。暖かく、刈りたての草の香りと、誰かの香水が裏庭から漂ってくる。私は子供の頃に何度も歩いた道を進んだ。黒でステンシルされた、ウォーデンの書かれた郵便受けを過ぎ、母が毎春植え替える庭を通り抜ける。前のドアは開いていた。私は中に入った。母が最初に私に気づいた。ブレンダー・ウォーデンはキッチンの入り口の近くに立って、明らかに飲んでいない白ワインのグラスを持っていた。彼女の目は大きくなり、柔らかくなり、そして涙ぐんだ。彼女はグラスを置き、部屋を横切り私を抱きしめた。クリスマスよりも、空港での別れよりも、私が小さかった頃のどんなハグよりも強く。ここにいてくれて嬉しいと彼女は囁いた。その声には、私を心から思う母の愛情が溢れていた。彼女の肩越しに、ジェラルドが振り向いた。彼は暖炉のそばに立ち、スポーツコートを着た3人の男たちに囲まれていた。彼はシャンパンのグラスを緩く持ち、私の顔を見て一瞬何かが彼の目の奥で動いた。驚き、もしくは不安。次の瞬間、彼はマスクをかぶった。おや、誰が現れたかな、3年前のクリスマスに使ったのと同じ言葉だ。私を予期していなかった天候のように、同じ口調で。
私は微笑み、何も言わずに部屋に入った。パーティーは私の周りを流れるように動いていた。私はその中を漂った。ここで握手をし、あちらで丁寧にうなずく。ほとんどの顔が思い出せた。おばのパム、彼女の祈りの鎖のような笑顔、ジェラルドが愛してやまない重慶のジェイコブ。日曜日に私たちにパイを持ってきてくれた近所の人たち。彼らは親切で、慎重だった。警告を受けた人に対する親切のように。鳥、元気。おばさんパムは正確に45度の角度で同情の目を向けた。あなたはまだフードサービスにいるの。そんなところです。彼女はもっと聞こうと待ったが、私は何も与えなかった。彼女はワインを飲み、去っていった。ジェラルドは前菜のテーブルの近くで私を見つけ、肘を掴んでゴルフ仲間の方へと導いた。60代の手堅い握手とカントリークラブの肌色の3人の男性たち。紳士たち、こちらが私の娘鳥です。彼は少しの間ためらった。彼女は自分探しをしています。グループからは丁寧な笑い声が上がった。一人、エドという名の男が私を真剣に見つめた。ジェラルドは、エドが次の質問をする前に立ち去った。次はジェシカの両親、リチャードとモレン。すでに私の精神的な問題についてジェラルドが説明していた義理の両親だ。ジェラルドは私の肩に手を置いた。所有権のある、温かい、演じているような仕草で。こちらが鳥、私たちの自由な精神。彼は大学を中退したことを言いかけたが、家族の面白い逸話を共有しているかのように微笑んだ。でも、私たちは彼女を愛しているんですよね。モレンの笑顔はぎこちなく、リチャードは靴を見つめていた。お会いできて嬉しいです。私の声は安定していて、目ははっきりしていた。カイルが私の背後を通り過ぎ、ジェラルドが別のゲストの集まりに挨拶に向かうと、彼の手が私の手を見つけ、一度だけ強く握った。ごめん、彼は囁いた。何か言わなきゃ。言わないで。今夜は彼のショーだから、カイルの顎が引き締まった。彼はうなずき、離れていった。私は窓の近くで一人立っていた。外では、ランタンが暖かい風に揺れていた。中では、43人が飲み、笑い、ジェラルドが書いた物語の中で生きていた。その物語は、私が警告の物語であり、集大成であり、失敗者であり、愛される存在であるというものでだった。私はブレザーのポケットに手を滑り込ませた。名刺がそこにあり、待っていた。彼のショーが終わるのを待とう、と思った。脚本が変わろうとしている。7時半、ジェラルドはバターナイフでシャンパンのグラスを叩いた。部屋は静まり返った。会話は沈黙に溶けていった。43の顔が、ダイニングテーブルの頭に立つ男に向かって振り向いた。白いランタンと、お誕生日おめでとう。ジェラルドのバナーに囲まれた彼は、こういうのが得意だった。私は彼にそれを認める。ジェラルド・ウォーデンは、ある種の権威を持って部屋を支配することができた。まるで彼がバスルームの鏡の前で舞言葉を練習していたことを忘れさせるかのように。今夜ここにいてくれてありがとう。60年。彼は練習した驚きを持って頭を振った。この部屋を見渡すと、私はその年月を生きる価値のあるすべての人を見ます。彼はブレンダに感謝した。彼女は椅子から微笑んだ。感謝を表現することを学んだ女性の微笑みだった。彼はゴルフ仲間や元同僚、隣人たち、そして子供たちに感謝を述べた。カイル。ジェラルドはグラスを兄に向けてあげた。これ以上誇りに思えない、大学の学位、素晴らしいキャリア、美しいフィアンセのジェシカを指して。部屋は拍手で満たされた。カイルは不快そうに席を動かした。彼は求めていない称賛に困惑していた。それからジェラルドは私の方を向いた。声が柔らかく、重くなった。彼が親戚に私のことを心配していると伝える時の声。悲しみを演じる男の声。そして彼は部屋の後ろにいる私を見つけた。私の娘、5年の重みを持った静寂。大学を中退した一人。彼はゆっくりと頭を振り、唇を閉じて微笑んだ。でも、私たちは彼女を愛しているんですよね。ちらほらと笑い声が上がり、いくつかの同情のうなずきがあった。
キッチン近くにいる誰かが私の耳には聞こえない何かを囁いた。おばさんパムは胸に手を当て、悲しい CM を見ているかのようだった。ブレンダは目を閉じ、カイルの指はフォークの周りで白くなった。レイおじさんは故意にグラスをテーブルに置き、私はその部屋の奥で背筋を伸ばし、表情を落ち着かせ、手を静かにして立っていた。私は微笑んだ。勇敢な笑顔でも、苦い笑顔でもなく、忍耐の笑顔だった。ポケットに手を滑り込ませ、指が名刺に触れた。5年。彼は最後の1回、同じことをした。よかった。部屋は本能的に静まり返った。何かが起こる予感を感じ取ったかのように。私はあなたにプレゼントを持ってきた。ブレザーのポケットに手を入れ、小さなものだけれど、きっと気に入ってくれると思う。名刺を彼の開いた手のひらに置いた。ジェラルドは下を向いた。彼の目は文字を追った。私は彼の視線が左から右、そして再び戻るのを見守った。理解できない文を何度も読み返すように。トリー・ウォーデン、CEO、スレート・システムズ。彼の唇が開いた。音は出なかった。スレート・システムズ。感謝祭の夕食で彼が絶賛した会社。彼が天才だと呼んだ会社。彼の娘がその会社を築く頭脳を持っていたらいいのにと願った会社。彼の目が上がり、私と目が合った。その瞬間、認識が彼の中に訪れたのを見た。すべてが一度にではなく、波のように。最初は混乱、次に不信、そしてゆっくりと広がる恐怖。彼の瞳から始まり、まるで水にインクが広がるように外へと広がっていった。彼の手の力が緩み、シャンパンのグラスが手から滑り落ち、真珠のような音を立てて大理石の床に砕けた。その音は銃声のように部屋に響き渡った。会話がすべて止まり、43人のゲストがその瞬間を見つめた。ジェラルド・ウォーデンの手はまだ開いたまま、顔は青ざめ、シャンパンと砕けたガラスが磨かれた靴の下に広がっていた。誰も動かず、誰も息を飲まなかった。私はその場に立ち尽くし、両手を脇に置き、心臓が激しく打ち鳴らすのが聞こえた。それが部屋全体に響いているのではないかと思ったが、私の顔は何も示さなかった。静寂は4秒続いたが、まるで40秒のように感じた。誰かがキッチンの近くで言った。何が起こった？カードには兄が書いてあるのを、ジェラルドは答えられなかった。彼は動けず、手の中の小さな長方形をまるで炎を持っているかのように見つめていた。カイルが前に出て、優しく彼の指から名刺を取り上げ、裏返して声に出して読んだ。彼の声は安定していたが、首の血管が脈打っているのが見えた。トリー・ウォーデン、CEO、スレート・システムズ。部屋中にざわめきが広がった。低く、電気のように、スピードを増して。スレート・システムズ。ゴルフグループのエドが眉を潜めた。それって、あの会社だよね。信じられないとパムオバが言った。彼女の手は胸ではなく、口に押さえられていた。重慶のヤコブ、VP、ジェラルドがみんなを測る基準にしていた人物が携帯電話を取り出し、何かを打ち込んだ。彼の目は大きく見開かれ、隣の人に画面を見せた。モレン、ジェシカの母は、見知らぬ人の顔で見たことのない表情をジェラルドに向けた。誤解された人への同情を込めて。彼女は夫に振り返った。リチャードの顎は緊張していた。レイおじは椅子から動かなかった。彼はグラスを1インチ持ち上げただけで、乾杯でもパフォーマンスでもなく、静かな敬意を示し、目は赤く染まっていた。ジェラルドは声を取り戻した。しかし、それは割れた声だった。鳥居、これは彼は飲み込みながら聞いた。本物だよ、父さん。5年間、本物だった。どうして教えてくれなかったの？その質問は静かな部屋の中心に落ち、静寂の水面を揺らした。全員が息を飲んだ。私は父を見つめた。私の幼少期を形作り、20代を壊した男を。私の名前を埋めながら、私の会社を自慢していた男を。私は言った。教えたよ。あなたはそれをラップトップの幻想と呼んだ。ジェラルドは口を開いたが、何も出なかった。背後に母の声が聞こえた。
言葉ではなく、5年間抑えていたものがもう持ちこたえられないという柔らかな絞り出されたような音。ブレンダー・ウォーデンは泣いていた。彼女の手は唇の上に押さえられ、涙が静かに手首を流れていた。前のドアが開き、マーカスが中に入った。軍人のような姿勢で、口を開く前からその印象を与えた。彼は部屋を一度スキャンし、選択ではなく習慣のように、そして私を直視した。ウォーデンさん。車はいつでも準備ができています。その二言は毎日のように言っている人の練習された冷静さで語られた。部屋の全員がマーカスから私に視線を向け、ドアの前の運転手から、ジェラルドが20分前に行った中退した女性へと目を移した。ジェラルドはマーカスを見て、再び私を見た。彼の顔は私が見たことのない表情を浮かべていた。怒りでも悲しみでもなく、彼が一つ一つ積み上げた建物が内側から崩れ落ちるのを見守る男の表情だった。私は彼に最後に向き直った。あなたに誇りに思って欲しかった、父さん。私の声は静かで、安定していて、震えも熱もなかった。長い間、それが私の唯一の望みだった。それが静まるのを待った。しかし、あなたは知ろうともせず、誰かを恥じることを選んだ。ジェラルドの手が動き、私に向かって、カードに向かって、あるいはすでに失った何かに向かって伸びた。私は待たなかったので、それが何だったのかは決してわからない。私はあなたに間違っていることを証明するためにここにいるのではない。私はあなたに私を見てほしいという気持ちをやめるためにここにいる。私は母を見て、彼女の手を取った。彼女は震えていた。私は彼女を引き寄せ、彼女の髪に囁いた。愛してるよ、ママ。準備ができたら電話して、彼女はうなずいた。言葉を発することができなかった。私はカイルを見つけ、彼の手を取り、強く握った。あなたを誇りに思っている。本当に、これが変わることはない。彼の目は潤んでいた。彼は握り返した。それから、レイおじが立ち上がり、何も言わずに私を抱きしめた。9歳の時に彼のポーチから落ちて泣くことを拒んだ時のように。私は一歩下がり、ブレザーを整え、ドアへ向かった。マーカスがそれを開けてくれた。振り返らなかった。誇り高いからではなく、振り返ったら父の顔を見ることになるから。私の中の小さな女の子、かつて公園で彼の肩に乗っていた子が残ってしまうかもしれなかった。それを受け入れることはできなかった。もう、これ以上は。夜の空気が私の肌に触れた。暖かく、静かで、背後にはまだ明かりが灯っている。リンカーンが歩道に待っていた。私はその方へ歩いて行った。背後の開いたドアの向こうには、何も聞こえなかった。叫び声も足音もなく、43人が自らの物語が書き換えられるのを目撃したあの巨大で息苦しい静寂だけが広がっていた。マーカスは歩道からゆっくりと車を発進させた。急がず、ヘッドライトが家の前を照らし、その後、私たちはそれを過ぎ、マイナツ自転車で走った木の並んだ道へと曲がった。サイドミラーで家が小さくなるのを見つめた。白い柱、ランタン、静まり返ったパーティーの暖かな光。マーカスは運転し、私は座っていた。二人とも何も話さなかった。ハイウェイまで2マイルのところで、その思いが押し寄せてきた。満足感でもなく、安堵でもなく、ただ待っていた。ダムが崩れるように、一度に、5年間の息を飲んでいたものが静かな洪水となって放たれた。私は泣いた。5年前の寮の部屋で泣いた時のようではなく、レイおじが私を誇りに思っていると言った時のようでもなかった。これは違った。深い場所から湧き上がる涙。泣いていたのは勝ったからではない。5年間、こんなことをしなくて済むことを願っていたから泣いていた。23歳の時に電話で失った父のために。空港に一人で行ったクリスマスのために。誰かが、あなたの父が教えてくれたと言った時のために。私は泣いていた。かつて父が世界で一番背の高い男だと信じていた小さな女の子が、彼に紙切れを渡し、彼が小さくなるのを見ていたから。マーカスは振り返らずにシート越しに私の肘のところにティッシュを置いた。何も言わなかった。言う必要はなかった。
私は顔を拭き、息を吸い、吐いた。携帯電話を開くと、7件の不在着信があった。ジェラルドから3件、ブレンダから2件、カイルから1件、ダナから1件。どれも聞かなかった。代わりに、メモを開いて5つの言葉を打ち込んだ。私はここにいる。私は十分だ。それからドクター・ヌインのオフィスに電話をかけて、翌週の火曜日の予約を取った。ハイウェイが私たちの前に広がった。暗い空、クリアな車線。私は冷たいガラスに頭をもたれさせ、目を閉じた。終わりではないことは分かっていた。しかし、最も困難な部分は終わった。私は自分を紹介したのだ。翌朝、私はオースティンに戻った。同じデスク、床から天井までのガラス越しに見るスカイライン。だが、部屋のどこかが違っていた。あるいは、私の中に何かが違っていたのかもしれない。9時ちょうどに弁護士に電話をかけた。レイチェル、差し止め命令の手紙を作成してほしい。彼女は一瞬もためらわなかった。レイチェル・ブリックスはシリーズ A 以来の私の顧問だった。彼女はレイノルズの問題を目にしてきた。彼女はバックストーリーを知っていた。宛先は私の父、ジェラルド・ウォーデン。少しの沈黙。これはプロフェッショナルな問題であり、個人的なものではない。具体的に何を指摘するのか。2つの文書化された無断接触の事例がある。3年目のレイノルズ・ホスピタリティと、2週間前のクレストライン・ベンチャーズだ。どちらの場合も、彼は私の事業に関する精神的な健全性について虚偽の発言をした。それはコネチカット州とテキサス州の法律において、悪意のある干渉と名誉毀損に該当する。きれいに済ませたい、レイチェル。感情は一切抜きで、事実とその結果を伝えてほしい。鳥、彼は本当にあなたの父親なの、それが、正式にする必要がある理由だ。非公式では5年間もうまくいかなかった。レイチェルは、日が暮れるまでに草案を用意すると言った。私はその後の1時間、父にではなく、家族に宛てたメールを作成した。4回修正して、ようやくしっくりくるものになった。冷たくならず、誠実さを保ちつつも、復讐心を持たないように。私はこの家族を愛しているが、もはや嘘を受け入れることはできない。私の人生、キャリア、健康について質問があるなら、私に直接聞いてほしい。父には聞かないでほしい。彼が描く私ではないし、あなたたちの何人かはそのことを理解し始めていると思う。私のドアは常に開いている。送信ボタンを押し、電話を裏向きに置き、両手を机に平らに押し付けて息をついた。その日の午後、パトリシア・ボスが電話をかけてきた。何が起きたのか、聞いたわ。噂はすぐに広まるものよ。良いニュースは特にそう。彼女の声は温かく、確信に満ちていた。あなたは私が知っている誰よりも優雅に対処したわ。取締役会はあなたの味方よ。私は感謝し、次の四半期の予測について数分間話した。普通の仕事、普通の生活。後ろを振り返らずに5年間戦ってきた会話だ。電話を切った後、オフィスの静けさの中で気づいた。差し止め命令は罰ではなく、メールも復讐ではなかった。それは境界線だった。あなたは私を愛するかもしれないが、私について嘘をつくことは許されない。あなたは私に反対するかもしれないが、私を妨害することは許されない。境界は壁ではない。それは鍵のかかったドアだ。そして、私はその鍵を変えた。パーティーから2日後、レイおじさんが電話をかけてきた。前線からの報告を聞きたいと思ったんだ。言ってくれ。ジェラルドは誕生日の翌日、1日中書斎に閉じ込められていた。ブレンダは2度コーヒーを持って行ったが、彼は手をつけなかった。昼にはケータリング業者がレンタルしたグラスを引き取りに来たが、ジェラルドは請求書にサインするために出てこなかった。ブレンダが対応した。レイは、ジェラルドが何時間もコンピューターの前で調べ物をしていたと言った。フォーブス、テッククランチ、シリーズ A の発表、私のリンクトイン、すべてを見つけた。天井を見上げた。彼はその夜カイルに電話をかけ、
カイルが知っているのか尋ねた。カイルは知らないと言った。レイは一瞬間を置いた。その後、カイルは予想外のことを言った。いいえ、父さん。あなたが本当の鳥を知らないようにしたから、目を閉じた。そしてお母さんは、レイの声が柔らかく変わった。ジェラルドはブレンダに、なぜ教えてくれなかったのか尋ねた。彼女は言った。あなたが聞かないからよ。彼女のことを聞かないし、私のことも聞かない。息が止まった。ブレンダ、静かで気配りのある、キャセロルを作る母。彼女は30年の結婚生活の中で、ジェラルドに反対したことがなかった。彼女がその言葉をそのまま言ったとは信じられなかった。どうしたらいいのかわからなかった。その情報はあまりにも大きすぎて、一度に感じることができなかった。だから、安全な場所にしまい込んで、先に進んだ。彼は私に電話をかけようとしたか。4回、留守番電話にメッセージを残した。最初は、鳥、話がある。2回目は、知らなかった。3回目はただのお願い。4回目は沈黙だった。30秒の部員。次に彼は電話を切った。ジェラルドが書斎で本棚と賞状、そして生涯の成果に囲まれて座り、鳴らない電話を見つめている姿を想像した。勝利の感覚はなかった。復讐の感覚もなかった。5年間感染していた傷から、木のささくれを引き抜かれたようだった。出てくる時の方が、入ってくる時よりもずっと痛かった。しかし、感染は終わった。影響は劇的ではなかった。それは社会的なもので、静かで、容赦なかった。1週間以内に、その話はウォーデン家の系譜全体に広がった。それは誰かが悪意を持って噂を広めたからではなく、一度真実が語られると、その速度は嘘には決して追いつけないからだ。水曜日の朝、ルースおばあちゃんから電話がかかってきた。私が電話を取る前に、彼女は泣いていた。ごめんなさい、愛しい子。彼の言葉をすべて信じてしまった。もっと電話すればよかった。それはあなたのせいじゃない。ナナ、そうよ。祖母は知っておくべきなの。彼女の声が崩れた。あなたはとても孤独だったに違いない。私は頬の内側を噛んだ。いい人たちがいたから、今は私がいるから、どこにも行かないわ。ゴルフグループはより厳しかった。レイは、ジェラルドがいつもの土曜日のラウンドに現れ、誰も何も言う前に温度の変化を感じたと言った。パーティーで私に興味を示していたエドが言った。ジェラルド、あなたを15年知っている。あなたは私のテーブルに座って、自分の娘を貶めた。彼女はこの通りのすべてのビジネスの合計以上の価値のある会社を運営しているのに。それが父親として最悪のことだ。ジェラルドはラウンドを終えることができなかった。そして、義理の家族が続いた。ジェシカの両親、リチャードとモレンがカイルに電話をかけた。モレンは直接的だった。あなたの父が、鳥には感情的な問題があると言った。家族の最初のイベントで目を見て、嘘をついた。それは私たちにとって懸念です。カイルはその電話について私に話してくれた。彼は疲れた声だった。彼らはあなたに怒っているわけではない。父に怒っているだけだが、それは緊張を生んでいる。ジェシカが心配している。ごめん。カイル、気にしないで。これはすべて彼のせいだ。差し止め命令は、木曜日にジェラルドの家に届いた。レイチェルが配達を確認した。署名が必要だった。レイおじさんによれば、ジェラルドはキッチンのテーブルに座ってそれを読み、2度も読み返した。その後、それを折りたたみ、封筒に戻して、長い間そこに座っていた。その夜、彼は誰にも電話をかけなかった。次の日も誰にも電話をかけなかった。5年間オーデン家の物語をコントロールしていた男が、初めて言葉を失ったのだ。パーティーから2週間後、レイおじさんがオースティンの私のオフィスに現れた。前もって電話をかけずに、ブラウンの紙袋を持ってフランネルシャツを着てロビーに現れた。ポートランドから車でやってきたと言った。サンドイッチを持ってきた。私たちは、私のビルの屋上テラスで食べた。10歳の頃、彼が私を釣りに連れて行って、ガソリンスタンドのサンドイッチを食べた時のターキークラブだった。彼はジャケットから一通の封筒を取り出した。これはあなたの父からだ。彼はあなたの住所を知らないから、
持ってくるように頼まれた。私は彼に、届けるが彼のためにアプローチはしないと伝えた。私は郵便配達人であって、大使ではない。私はその封筒を受け取った。真っ白で、私の名前がジェラルドの正確な会計士の筆跡で手書きされている。返送先は記されていなかった。私はその晩、一人でオフィスで開封した。手書きの手紙は2ページだった。彼の字は少し不均一で、ペンを押しすぎた部分もあった。彼は、自分が間違っていたことを認めることから始めた。その部分はページを閉めた。それから彼は話を変え、古い機械が再び動き出すのを感じた。あなたが人生を台無しにしているのではないかと心配だった。どうやってあなたを守ればいいのかわからなかった。友達の子供が成功するたびに、私は父親として失敗したと感じていた。今、私はあなたを守っていたのではなく、自分を守っていたことに気づいた。その最後の文には驚かされた。それはジェラルド・オーデンが今までに書いた中で最も誠実なことだった。彼は締めくくった。私はあなたを誇りに思っている。いつもそうだった。ただ、それを示す方法がわからなかった。私は手紙を折りたたみ、机の上に置いて、じっと見つめた。私は最後の部分を信じることはできなかった。私はドクター・ヌエンに手紙を持って行った。彼を嫌いではない、でも信じられないし、これからも信じられるかどうかわからない、と伝えた。彼女は私を見つめた。信頼はスイッチじゃないのよ、鳥。信頼は箸で、彼は何年も前にその箸の片側を焼いてしまったの。彼がそれを再建したいのなら、彼が努力すべきなのよ。あなたじゃない。その夜、私はジェラルドにメールを送った。たった12文字。あなたの手紙を受け取りました。ありがとう。まだ話す準備はできていません。準備ができたら連絡します。それを尊重してほしい。彼は返信しなかった。5年ぶりに、ジェラルド・オーデンは私が設定した境界を尊重した。それは小さな一歩だったが、初めての本当の一歩だった。7月の日曜日、母から電話がかかってきた。私はバルコニーでオースティンの夕日を眺めながら、まだ一口も飲んでいないアイスティーのグラスを持っていた。画面に母の名前が表示された。家にいない、父と母でもない。2年前に連絡先をただ、母に変更していた。分離の小さな行為が、その時は巨大に感じられた。彼女の声は以前とは違い、しっかりとしていた。まるで何を言うか練習していた女性のようだった。こんにちは、ママ。一瞬の沈黙の後、彼女は話し始めた。そして気づいた。彼女は全く練習していなかった。彼女はついに真実を語り始めた。あなたのために立ち上がれなかったことを謝りたい。私は臆病者だった。あなたの父があなたを再構築しているのを見て、何も言わなかった。年々、私は手すりを握りしめていた。間違っていると知っていた。彼が電話をかけて、誰かにあなたが苦しんでいると告げるたびに、私は知っていた。そして、彼に対抗するよりも黙っている方が楽だと自分に言い聞かせていた。彼女は震える息を吐いた。それには言い訳はないわ、私は言った。その通りだ。ない、彼女が飲み込む音が聞こえた。それは彼が言ったことよりも私を傷つけた。ママ、だって私はいつもあなたが私を愛しているのを知っていた。それでもあなたは彼にそうさせた。彼女は泣いた。パーティーの時の静かな泣き方ではなく、心が打ち破られるような、本物の泣き方だった。わかってる。わかってる。言い訳を求めているんじゃない。違うことを求めているの、彼女は言った。私はカウンセラーに会っている。それを急いで言ったのは、ずっと心に秘めていたからだ。ジェラルドは知らないけれど、誰かに話す必要があった。なぜ黙っていたのか理解したかった。今、私は泣いていた。嬉しいよ、ママ。本当に嬉しい。その夜、私たちは2時間も電話をしていた。家族には話したことのないことを彼女に伝えた。オフィスのソファで寝ていたこと、パトリシア・ボスのこと、SAS 業界賞を受賞した夜のこと、誰もが私の名前を共有せずに舞台で受け取ったこと。私もそこにいたかったと彼女は言った。
私も、ママ。私も、電話を切ったとき、アイスティーはぬるくなり、空は暗くなり、5年間私の胸に閉じ込められていたものが動き出した。開かれたわけでも、癒されたわけでもない。ただ動いたのだ。骨が修復を始める前のように。ブレンダー・ウォーデンは決してお呪いに飛び込む母親にはなれなかったが、彼女は初めて目を背けない母親になりつつあった。そして今、それだけで十分だった。パーティーから6ヶ月後、12月、私のオフィスには2枚の名刺が引き出しに入っている。1枚は新しい印刷のもので、投資家や会議の連絡先に渡すもの。もう1枚は、6月の夜にブレザーに入れていたものだ。ジェラルドの指がそれを折り曲げた小さな折れ目がついている。なぜ私がそれを保管していたのかわからない。もしかしたら、それは証拠だからだ。私の会社や肩書きの証拠ではなく、私がそこに現れたという証拠なのだ。時々、人々は私にその夜が価値があったのか、後悔しているのか、違うことをするのかと尋ねる。私は彼らに、勝つためにそのパーティーに行ったのではない。行かなければ、私はジェラルドの描く私の物語の中で一生を過ごすことになっただろう。中大生、ウェイトレス、彼らが愛したそれでも。そして、そのバージョンは、ドアを開けることもなく、私が気づいた監獄だった。スレートはまだ成長している。今は65人の従業員、新たな資金調達と議論が進行中。私はシカゴで行われるレストランテクノロジー会議で講演する招待を受けた。ステージに立って自己紹介をしたとき、私の名前はトリ・ウォーデン、スレート・システムズの CEO です、と言った。私はびくともせず、こういう必要はなかった。そして、はい、私は大学に行きました。または、これは本物の会社です、とか、以前は浴室の鏡で練習していたあらゆる面積事項を付け加える必要はなかった。それが最大の変化かもしれない。収益でも評価でもなく、見知らぬ人たちの中で自分の名前を言えることが、そこに存在することを感じられるということだ。私は5年間、父の承認が必要だと思い込んでいたが、実際には自分自身の承認が必要だった。まだジェラルドとは直接話していない。それは彼を憎んでいるからでも、彼を罰しているからでもなく、彼が変わるのか、彼が何をしたのか本当に理解するのを待っているからだ。それには違いがある。そして5年間の反真実の後、私は本物を待つことを学んだ。霊おじさんが私に最新情報を提供してくれる。私はそれを求めていない。彼はただ日曜日に電話をかけて、家具の注文や彼が読んでいる本の話の合間にそれを織り交ぜてくる。ジェラルドはセラピーを始めた。フェアフィールドのカウンセラー、火曜日の4時。一部の州は行き、他の州は行かない。例は、彼が飛ばす州は、彼が難しいことについて話さなければならない州だと言った。彼は努力している。例は一度私に言った。彼にそれを与えよう。彼が十分に努力しているかどうかは、あなたが判断することだ。ジェラルドは毎月私にメールを送ってくる。短く、3文を超えることはない。要求も罪悪感もない。今日、ブルームバーグでスレートが言及されていた。元気でいてほしい。そして先月、お誕生日おめでとう。鳥、何の条件もなしに。私はすべてを読んだ。どれにも返信していないが、削除もしていない。保留中と名付けたフォルダーに入っている。先週、カイルが言ったことが、私の思考を止められない。ジェラルドは彼の書斎を解体した。30年間、彼がフレームの学位や CPA 証明書、軍の管理者との握手を交わす自分の写真で満たしていた部屋が消えた。彼はすべてを箱詰めしてガレージに置いた。壁に1枚だけ写真を残した。5歳の私が彼の肩に座って、リバーサイドパークで笑っている。私の手は彼の髪を握り、彼の手は私の足首を掴んでいた。カイルはの壁の写真を送ってくれた。たった一つのフレーム、一つの釘。私はその写真を長い間見つめていた。あの男、写真の中の私を支えていた人、それが私の記憶の中の父親だ。それが私の初日から電話の1回までの間に消えた父親だ。
ジェラルドがその男を再び見つけられるかどうかわからない。もしかしたら、この書斎はただのパフォーマンスなのかもしれない。もしかしたら、トロフィーを解体するのは、彼自身の物語を再構築するための方法なのかもしれない。私を見て、私は変わった。または、もしかしたら本物なのかもしれない。彼がすべてのフレームを外したのは、ついにどの証明書も彼の娘が誰であるかを教えてくれなかったことを認識したからかもしれない。まだわからないが、写真は残り、ドアも残る。もしあなたがまだここにいて、このすべてを聞いているなら、直接あなたに言いたいことがある。CEO としてではなく、復讐の物語を持つ者としてではなく、ただ他の誰かに自分の名札を書かせていた女性として。もしあなたの家族の誰かがあなたについて嘘をついているなら、自分を彼らの誇りに合わせたバージョンに形作り、あなたの誇りを埋めているのなら、$4000万の会社を持つ必要はない。証明は全く必要ない。必要な唯一のことは、声に出して言う意志だ、またはただ自分自身に。あなたが人々に語っている私のバージョンは、私が誰であるかではない。そして、その物語の中に生きることを拒否する。私はジェラルドを私の人生から切り離したわけではない。ただ、彼も母も兄も、誰一人としてその境界が存在しないふりをできないほど明確な線を引いたのだ。その線は壁ではない。それはドアだ。鍵はジェラルドの側にある。彼が本当に深く変わるなら、ただ捕まったからではなく、彼が理解するから、ドアは開かれている。いつもそうだった。しかし、私はもうそのドアのこちら側で待ってはいない。私は運営すべき会社がある。私を頼りにする人々がいる。存在するために誰かの許可を必要としない人生がある。オースティンの火曜日の朝。スカイラインはオレンジ色に染まっている。コーヒーは熱い。私の電話が振動した。ジェラルドからの新しいメールだ。プレビューが見える。今日はあなたのことを考えていた。知って欲しかった。私は一瞬それを見つめた。微笑みそうになった。電話を置き、コーヒーを手に取る。朝日が昇り、私の名前を知っている街を見つめる。この街は、私の名前を知るのに家族が5年もかかったけれど、今ではその名前を知っている。私の名前はトリー・ウォーデン。やっと自分を紹介できる。ここで話は一旦終わる。今はここまでにしておく。もし鳥の物語があなたの心に響いたなら、コメント欄に私の物語と書き込むか、もっと早く設定すべきだった境界を共有してほしい。あなたを最も知るべき人に誤解されたことがあるなら、あなたは一人じゃない。このような物語がもっと聞きたいと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をしてください。また、あなたが共感できる別の物語については、説明欄をチェックしてみてください。次回の動画でお会いしましょう。